その夜、都の王子を行列が歩いていました。先頭にいたのは鬼、その後ろに続いたのは古びた鎌、破れた傘、柄の折れた杓子、顔を持った鬼物たち。松明の火が揺れ、何かを引きずるような音が土の道を低く渡っていきます。けれど本当に恐ろしかったのは彼らの姿ではありませんでした。それを見た者は生きて帰れない、そう信じられていたことでした。百鬼夜行。夜の闇に異形たちが群れをなして歩く。なぜそれは決まって夜だったのか。なぜ一体の妖怪ではなく群れだったのか。そしてその行列は本当に消えたのでしょうか。異形奇譚。今夜は夜の都を歩いた見てはいけない行列の話です。平安の頃、一人の若い貴族が夜、女のもとへ通う途中でした。親には夜歩きを止められていました。それでも友の者をわずかに連れ、馬に乗って大宮王子を北へ登っていきます。美福門の前に差し掛かった時、東の方からいくつもの火を掲げ、何かがこちらへ近づいてくるのが見えました。はじめは誰かの行列かと思いました。けれど近づくにつれて、それが人ではないと分かってきます。角のあるもの、目が一つのもの、獣の顔をして二本の足で歩くもの。友のわらわがささやきました。昼に見たとき、神泉苑の北の門が開いていたと。貴族は馬をかけさせてその門へ飛び込みます。馬を降り、柱の陰に身をかがめて息を潜めました。異形たちの気配はすぐそばまで来ています。人の匂いがする、捕らえよ。そんな声も聞こえてきます。けれど鬼たちは何度近づいても彼に手をかけることができませんでした。やがてその中の一体がこう言ったと言います。ここに損傷だらにがおわす。その言葉とともに掲げられていた火は一度に消え、異形たちは四方へ走り散って消えていきました。貴族は何のことか分かりませんでした。けれど後で知るのです。幼い頃、彼の目の戸が魔除けにと損傷だらにを書いた小さな紙を彼の着物の襟にそっと縫い込んでいた。その経文の力が異形たちの手を押しとどめたのだと。これは今昔物語集に残る話です。百鬼夜行にあったものがどうなるのか、そしてどうすればその難を逃れられるのか。この時代の人々はそれをはっきりと知っていました。百鬼夜行にあったのは若い貴族ばかりではありませんでした。大鏡には藤原諸助という時の権力の中枢にいた弟の話が残されています。ある夜、諸助もまた道の先に百鬼夜行の来るのを見ました。けれど彼は慌てませんでした。牛車を止めさせ、すだれを下ろし、静かに損傷だらにを唱え続けたといいます。やがて異形の列は車を避けるように通り過ぎ、諸助は無事でした。見てしまえば命はない。けれど経文だけが身を守る。百鬼夜行とはまず何よりもあってはならないものだったのです。なぜそこまで恐れられたのか、その答えを探る前にもう少しだけこの行列が歩いた都という場所を見ておきたいと思います。百鬼夜行はどこにでも現れたわけではありませんでした。平安京には異形の通り道があったといいます。中でもたびたび語られるのが一条大路。都の一番北を東西に貫く道です。その中ほどに一条戻り橋という橋があります。死者が一時この世に戻ってくる橋。写し世とあの世の境目にある橋。そう語り継がれてきたこの橋のあたりは、後には百鬼夜行が通る道とも語られるようになります。夜、この道を歩いていて、地獄の極卒、馬の頭をした鬼に行き合った、そんな話も語り伝えられています。昼は人が行き交う都の目抜き通り。それが夜になると異形の行列の通り道に変わる。同じ道が時間によって別の世界のものになる。百鬼夜行の恐怖の一つはそこにあったのかもしれません。この異形が通る道の話には、後に陰陽師として名を馳せる一人の少年が登場します。安倍晴明。
まだ幼く師である鴨野忠之の牛舎の友をして夜道を行っていた時のことです。眠っていた師に代わり、ふと前を見た生命は、道の先から恐ろしい鬼どもの群れがこちらへ近づいてくるのを見てしまいました。生命はすぐに死を起こしてこれを告げます。忠之は術を使い一行の姿を隠して難を逃れたと言います。まだ何者でもなかった少年がただ一人異形の行列を見た。この話が語り伝えられたのは後の生命の名声ゆえかもしれません。けれどここで一つ問いが浮かびます。なぜ百鬼夜行は決まって夜に、そしてこの時代にこれほど多く語られたのでしょうか。昼の都は秩序の世界でした。代理があり、役所があり、位置が立ち、人々がそれぞれの務めを果たす。すべてに居場所と名前がある世界です。けれど夜は違いました。明かりの乏しい時代です。日が落ちれば都は闇に沈みます。その闇は昼の秩序が一時手放される時間でした。そして手放された場所には昼には居場所のない者たちが姿を現す。百鬼夜行が決まって夜に歩いたのは、夜がそういう時間だと信じられていたからでしょう。昼と夜の境目に異形は現れる。第3回で人の顔を持つ獣を境界に立つ存在として見たことを思い出します。第5回で仙外境の獣たちが人の世界の外側に住んでいたことも、異形とはいつも境目に立つ者たちでした。そしてさらに後の時代になると、百鬼夜行の現れる夜は暦の上にも書き留められていきます。中世の類書、さまざまな知識を集めた書物である生涯書には、百鬼夜行日と呼ばれる日が記されています。正月と2月は根の日、3月と4月は馬の日、5月と6月は実の日。月ごとに決まった十二支の日、その夜に外を歩けば百鬼夜行に行き合ってしまう。だからこの日は夜の外出を控える。どうしても出るときには身を守る呪文を唱える。恐怖はただ漠然とあったのではありません。暦に組み込まれ、日付を持ち、避け方まで定められていた。見えないものへの恐れを人々は暦という形で何とか手なずけようとしていた。そう言えるのかもしれません。けれど暦で日を定め、呪文で身を守ってもなお、一つの問いは残ります。なぜ異形たちは一体ではなく群れをなして歩いていたのでしょうか。百鬼夜行の行列をよく見ると、鬼だけが歩いているのではないことに気づきます。古びた釜、片方だけの靴、破れた傘に錆びた鍋。そこにいたのは人が使い、そして捨てた道具たちの姿でした。中世になると古道具が妖怪になるという考えは、よりはっきりとした物語の形をとっていきます。室町の頃に描かれたつくも神絵巻は、その冒頭で引用雑記を引く形でこう語ります。器物は100年を経ると生を得て心を持ち化けるようになると。こうした化け物器物が後につくも神と呼ばれるようになります。そして役目を終えて捨てられた時、この器物は恨みを抱いて化けて出るとも語られました。百鬼夜行の行列に古道具が並んでいたのは偶然ではありません。ここに一つの共通点が見えてきます。昼の秩序からはみ出したもの、役目を終えて捨てられたもの、人の世界の外側へと押し出されたもの、そうした者たちが夜群れをなして集まってくる。前回天狗をたどった時、それは外側に立たされた者たちが集まっていく場所の名だとお話ししました。百鬼夜行もまた同じでした。一体では力を持たない者たちが群れることで初めて夜の主役になる。昼の光の下で居場所を失った者たちが夜より集まって都を歩いていく。その行列を人は百鬼夜行と呼んで恐れました。やがてこの行列は絵に描かれるようになります。室町の頃に描かれたと伝わる百鬼夜行絵巻。京都真珠湾に伝わり、土佐光信の筆とも言われる一巻です。そこに描かれているのはまさに古道具のつくも神たちが夜の道を賑やかに練り歩く姿でした。ここで一つ断っておきたいことがあります。私たちが百鬼夜行と聞いて思い浮かべるあの絵巻の中の楽しげな行列、それと
この動画の前半で見てきた会えば命を落とす遭遇譚とは本来少し別のものだと指摘されています。遭遇譚の百鬼夜行は恐怖の対象でした。けれど絵巻に描かれたつくも神の行列はどこかおかしく愛嬌さえあります。恐怖が絵になった時、それは少しずつ恐ろしいものではなく眺めて楽しむものへと変わっていったのです。江戸に入ると鳥山石燕がガズ百鬼夜行を表します。石燕は行列を一体ずつ切り分けてそれぞれに名前を添え図鑑のように描きました。群れの恐怖はここで個々の妖怪のめでるべき姿へと置き換わっていきます。明治には川鍋暁斎が、そして戦後には水木しげるがこの行列を繰り返し描き続けました。かつて見た者を殺すと恐れられた異形たちはいつしか絵の中で私たちに親しまれる存在になっていった。恐れられたものがやがて愛される。それはこの異形奇譚で何度も見てきた道のりです。こうして夜の行列は絵巻の中にそっと閉じ込められていきました。けれど行列は本当にそこで消えたのでしょうか。百鬼夜行そのものが語られなくなった後も決まった夜に外を歩いてはいけないという感覚は別の名をまとって残っていたのかもしれません。四国、とりわけ徳島のあたり、夜行さんと呼ばれるものが伝わっています。大晦日、節分、庚申の夜、そして夜行日。この夜行日というのは先ほどの生涯生の百鬼夜行日と同じ日のことだと言います。その夜、首のない馬、首切れ馬に乗った一つ目の鬼が道を徘徊する。もし行き合ってしまえば蹴り殺される。けれど逃れる方法も伝わっていました。草履を頭の上に乗せて地面に身を伏せる。そうすれば夜行さんは通り過ぎていくと、ここで思い出してほしいのです。平安の貴族は襟に縫い込んだ経文で身を守りました。近世の村人は頭に乗せた草履で身を守った。守る者は損傷だらにから一足の草履へと変わっている。けれど決まった夜に外を歩いてはならない。行き合ったら身を伏せてやり過ごすというその身のこなしだけは数百年を超えてそのまま生き残っていました。百鬼夜行そのものではなくても決まった夜に行き合ってはならないものが通るという感覚は村の暮らしの中に別の名をまとって残っていたのかもしれません。もう一つ行列の記憶を継ぐものがあります。同じ四国から中国地方にかけて伝わる七人岬。理不尽な死を遂げた者たちが7人一列に連なってさまよう。その群れに正面から行き合うと高い熱を出して死んでしまうと言います。ある夜川で漁をしていた者が対岸に白い着物の人影が7つ並んでいるのを見た。その7つの影がゆっくりと川を渡ってこちらへ来る。そんな目撃談も語られてきました。七人岬の最も不気味なところはその数え方にあります。七人岬が誰か一人を取り殺すと、それまでの7人のうち一人が成仏する。そして新たに殺された者がその空いた場所に加わる。一人減れば一人増える。だからその数はいつまでも7人のまま。行列は歩き手を入れ替えながら決して途切れることがない。こうした話は20世紀の半ばになっても各地で書き留められていました。そしてその名は後に都市の噂の中にも姿を変えて現れることになります。岬とはもともと岬、神の先触れ、梅雨払いを意味する言葉でした。そして夜行さんの伝承には首のない馬に神が乗っているとする形も伝わっています。夜に現れる異形と夜に訪れる神との距離は思うほど遠くはないのかもしれません。恐れ敬われる神と恐れられる異形とは案外同じ根から出ているのではないか。夜の行列の先頭を歩いていたのはもしかすると人々に忘れられた神だったのでしょうか。今となっては確かめる術はありません。近代に入り街には明かりが灯り夜は明るくなりました。暦の上の忌み日もいつしか忘れられていきました。平安京の王子を歩いた者たちは一巻の絵の中へと静かに収まっていきました。けれど村の道に川辺に峠道に行き合ってはいけないものの気配だけはついこの間まで確かに残っていたのです。夜都王子を歩いていた者たちは本当に妖怪だったのでしょうか。
それとも昼の秩序から追い出された者たちが夜だけ姿を取り戻していたその名前だったのでしょうか。百鬼夜行とは妖怪の行進ではなかった。それは夜という境界に外へ追われた者たちが集まる日本の怪異思想の形だったのかもしれません。今夜たどったのは数えきれないほどの異形の群れでした。次に訪ねるのはその逆、たった一体で山と谷を埋めるほどの大きな異形です。8つの頭、8つの尾、その体を這うのは木々と苔。出雲の川を遡った先に、それはとぐろを巻いて待っていました。ヤマタノオロチ。異形奇譚、また次の夜に。